私は熊沢みゆきです。合気道は中学生の時に始めました。去年大学の先生を辞めて、今は合気道の先生をしています。中学生の時にメンタルが強くなりたいなと思って日本の武道を探した。その時にいろいろな武道を見て合気道を始めました。とにかく美しかったです。私が中学生で始めた時は、先生はまだ若い男性の方で、中学生の女の子の生徒はいらないと思ってたくさん投げてやめさせようとしたら、楽しくて続けてしまいました。そう私は研究も大好きでしたし、合気道も大好きでした。ただ合気道で人を育てるためには長い年月がかかるので、年齢を考えてこのタイミングが最後だと思いました。一番最初は男子校の中学生と高校生、その後に新宿スポーツセンター、これは合気会からの派遣です。その次に明治薬科大学大学生を教えています。そして去年ここの道場を開きました。合気道の経験も少なからずあるし、社会的にいろいろな経験をしてきて、いろいろな人と巡り合ったことで道場を開く決心ができた。はい、合気道の先生がすごく素敵だったので、合気道の先生になりたいと思ってました。最初は朝は掃除から始めます。掃除は大変ですけれども、心をきれいにすると思って、今は掃除をするのが一番大好きです。それから朝稽古をして、昼間は道場の運営経営とかを考えたり、あとは稽古をどのようにして皆さんに稽古をするかっていうのを考えたりしてます。それから夜の稽古があります。一番影響を受けているのは岡本陽子先生。私が仕事でスイスに行った時にフランスの空手雑誌を見つけて、そこに入り身投げで投げている女の先生の写真がありました。それが岡本先生です。あとは先日亡くなった田村先生、奥様、はい、とても素敵な女性です。ただ女性ですけれども、とても芯がある素晴らしい女性たちです。とても憧れてます。合気道は女性と男性の型は同じです。女性でも大きい人がいるし、小柄な人もいるし、男性も同じ。それぞれが自分に合う技をやればいいと思います。基本的には同じですけれども、セミナーの先では私のことを知らない人が多い場合は、まず私のことを知ってもらうことから始める。道場の人は私のことをよく知っているので、それの延長で稽古をします。アドバンストの人たちはもっと素晴らしい先生、高いレベルの先生がたくさんいるので、そういう方々に習ったらいいと思います。初心者はまだ伸びしろがすごく大きい。そこを見つけて伸ばしていくところが私の楽しみです。私が教えている大学は薬剤師、ファーマセウティカル、
将来も医療に携わっていく人たちなので、とても自分たちのメンタルを強くしたい。だから長く稽古して自分のライフスタイルの中で合気道を稽古していけるんじゃないかと思ってます。で、卒業生が道場をオープンしたことでここにたくさん来てくれているので、それはいいことだと思います。多分社会人になって稽古を続けるのは難しいと思いますけれども、20代30代は難しくても、少し落ち着いて40代50代になると少し自分のことを考える時間が出てくるので、また道場に戻ってきてくれるんじゃないかと思ってます。私が学生に初段を渡すときには、初段になるけれども初段の一番最初のスタート、まだ本当の初段ではない。だから稽古を続けなくてはいけないですよという言い方をします。若い時は私もとてもダイナミックな合気道が大好きでした。でも体は変わっていくから、その自分の体の変化と一緒に技も少しずつ変わってくる。で、合気道だけではなくて、日本の道がつくものは長く年を取ることはマイナスではないです。長く続けることで経験を積んで、必要ないものを削ぎ落とす、よりシンプルになるということで、年を取るとシンプルになるけれども一番大切なものだけが残る。それが道という考え方の一つだと思います。私は先輩たちと稽古するのは大好きです。私の先生たちは全然受け身を取ってくれませんでしたでもそれは人間そんなに簡単に投げられないということを教えてくれていた。正しい合気道をしなければ技がかからないですよということを先輩たちは身をもって教えてくれていたと思います。私もヨーロッパに行ってとてもいい先生方のセミナーに出てます。それから稽古の人たちのレベルも非常に高いので、私はヨーロッパで稽古がするのは楽しいです。でもやはり合気道は日本の文化の一つなので、日本の中でどうやって合気道が出てきたか、それから日本の生活と合気道がどのように関わっているかというのをやはり体験してもらいたい。はい、仕事で海外に行く時もいつも道着を持って行って飛び込みで稽古させてもらったりしたこともあります。アメリカとスイス、それからフランスでもありました。最初初めてヨーロッパのセミナーに出た時は日本人だし小さいし、周りの人は本当に一緒に稽古してくれなかった。ただ何とかお願いをして一緒に稽古してもらうと、その後また稽古してくれる。あとは先生が私に声をかけてくれるとみんな一緒に稽古してくれる。ただそれは私の実力がきちんとあればみんな稽古してくれる。だからそれは私にとってはすごくいいチャンスです。多分道場を持っている人は誰もが大変なことになっていると思います。で、私は今一人で毎日道場に来て、まず掃除をする、それから自分のストレッチをして、それから一人でたくさんの練習をします。でもそれは今すごく私にとって大切で、人がいないとできないことはない。誰かがいるとその人を投げようという気になるけど、一人で稽古してると自分の
姿勢をチェックする。それから素振りもたくさん時間があるからゆっくり時間をかけてチェックをしながら稽古ができる。だから寂しいけれどもこの時間は私にとっては今すごく貴重な大切な時間。まずは皆さんが元気に戻ってきてくれること、そして海外の人が元気で私の道場に来てくれること。ただそのためには私自身が稽古をしてちゃんとスキルアップをする、そして皆さんを迎えられるようにきちんと稽古をしていくことだと思います。はい、以上です。